はい、皆さんこんにちは。今回はですね、車の小話の動画になります。そしてその内容はですね、皆様も思ったんじゃないかなという内容ですけれども、マツダの CX-60 を検討しようとするとですね、どうしても BMW が気になるという話ですね。それでは行きましょう。はい、ということで車市場好きリーマンチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。では早速 CX-60 に乗り込むところから始めたいと思いますけれども、今回の話はですね、私自身も CX-60 に乗って感じたですね、我々 BMW との違いは、そもそも CX-60 の成り立ちや構造を考えていくとBMW、ドイツ車ですね、意識せざるを得ないぞというふうに思ったのでご紹介させていただきます。まず皆さんもご存知の通り、マツダの新型 CX-60 ですけれども、新しいプラットフォーム尽くしで非常に意欲作だなということで話題ですよね。すでに試乗された方や早い方はもう納車されていらっしゃる方いると思いますけれども、街でたまにですね見かけるようになってきたなと思います。このですね、新型のラージプラットフォームを採用した第1弾の車種ということで注目度はもちろん高いんですけれども、それ以上に新しい機構が多いという点でもいいと思います。まずこの直列6気筒ターボディーゼルの音聞いてみたいんですけれども、この発進の加速時のいいですね。このフィーリング、低速からトルクがあって力強いし、直録の綺麗な音が聞こえてくるということで、やはりこれまでの日本車にあまりなかった価値を持っているなと思います。そして CX-60 の新しい要素を並べていくと、縦置きエンジンに対応したラージプラットフォーム、そこにですね新開発の直列6気筒ディーゼルエンジンを搭載して、さらにですね各部品なども低重心を意識して床下に再配置するといったレイアウトを最適化した上にですね、トルコンレスの8速 AT を新開発して搭載ということで、より高出力なパワートレインに対応できるようにプラットフォームをやはり一から作り直したということがありますね。そして車好き、マツダ好きの方に刺さるプラットフォームをですね FR レイアウトの AWD として採用していると、ここがやっぱり憎いなと思いますけれどもね。なのでそれぞれの要素を組み合わせていくと FR レイアウト、そしてエンジンにこだわった直列6気筒ディーゼル、そして8速 AT、 あれちょっとこれって要するに BMW の要素にかなり近いんじゃないかって思った方多いと思うんですよね。私はすぐにそれを気になりましたね。実際私は BMW の X3 や、自分自身も3シリーズ乗っていますので乗り比べてみた感じですけれども、このコーナーリングのですね、曲がった時の剛性感ですとか、車の挙動ですね、そこら辺はもう CX-60 は日本車らしくなくてですね、むしろドイツ車らしいなと思えるフィーリングだなというのは率直な感想ですね。ここら辺はですね、明らかにこれまでのマツダの競合してくる、例えばスバルであったりトヨタのSUV ですね、ラブ4だったり、ハリアーだったり、スバルでいうとアウトバックだったり、フォレスターだったりというところとはですね、ちょっと車格が変わってきてて、むしろ比較になるかどうか、比較する人がいるかどうかあれですけど、レクサスであったり、最近出た日産の新型エクストレイル、これもすごいレベル高いですけれどもであったり、そして輸入車と比較していく車両になっているなというふうに私は感じました。価格もですねやはりそれなりのものになっていて、こちらの CX-60 の直列6気筒ディーゼルのモデルの上位車種になると乗り出しで600万円に行くレベルになっているので、やはり価格としてもドイツ車を意識せざるを得ないなというのはあると思います。またですね、ちょっとせっかくなので走行モードスポーツにして合流時の加速を試してみたいと思います。
このですね合流のところでモードをですねスポーツに、します。スポーツにするとメーター赤くなるんですよね。こういう演出もいいなと思いますね。ここの合流でよし、それなりに踏み込んだ時の余裕がありますね。ここの伸びもなるほど気持ちいい。でここでですねやはりいろいろ乗り比べていますので、じゃあ BMW とどういうふうにフィーリングが違うのかという点をお伝えしたいんですけれども、 CX60 はですねいい素材を持ちながらスポーティーと、ラグジュアリーっていうとですね少しラグジュアリー寄りに寄せているのかなというふうに感じられます。とはいってもですねやはり魅力のあるエンジンですよ。踏み込んで回転させた時に直録の綺麗な音が鳴るというのはやはり4気筒では出せない音なので、最後に踏み込んでみますけれども、この加速時のいいですねやはり。はい、というわけでディーラーまで戻ってきましたが、やはり CX60 の良さがあるなと感じられつつもですね、内装の良さも光りますよね。この新型はこれもいいなと思いますが、続いてですね BMW の同じクラスになるであろう X4 に乗った時の試乗動画をご紹介しながら BMW のフィーリングをお伝えしていきたいと思います。今写真に出ているのは X3 ですが、兄弟車のクーペ SUV の X4 に乗った時がこちらになります。 BMW の X3 系統としてはラインナップがですねディーゼルの4気筒となる、BMW X3、X4 の 20D ですね。そして直列6気筒のガソリンやディーゼルエンジンを搭載する M パフォーマンスモデルがあります。今試乗しているのは X4 の 20D M スポーツになります。もう低速からすごいトルクフルですね。こうしてですね乗り比べて考えてみるとですね CX60 と BMW このディーゼルのモデルはですね両方ともトルクフルなんですけれども、発進加速のミッションのスムーズさという点では BMW のは正直いいですね。これは他の動画でもご紹介しましたが、現時点では CX60 はですね低速時の、変速がですね少しギクシャクするところがありますので、そういった点では、BMW のが洗練されているなというのが乗り味のフィーリングの違いかなと思います。ただですねマツダはですね燃磁改良ですとかそれぞれフィーリングの改良が非常に上手なメーカーなので、今後どんどん良くなってくるのがすごい期待できるなというのはお伝えしておきたいと思いますし、皆さんそうだよって思ってるんじゃないですかね。あとですねもう一つ違いとしては、今乗っているのはですね4気筒ディーゼルのモデルなんですね。先ほど CX60 はどちらかというとラグジュアリーより、豊かな乗り味に寄せているというふうにお伝えしましたが、 BMW の方はですね直列6気筒のモデルになるとかなりスポーティーな仕様になっているので、そこら辺の住み分け、違いがあるんじゃないかなと思いますね。私のですね3シリーズ M340i の直列6気筒ガソリンエンジンを踏み込んだ時の音を紹介したいと思いますが、こういった感じのですねかなりスポーティーな仕上がりになっていますので、ちょっと違いがあるなと思いますけれども、万人にですねおすすめできるものではないんだと乗っていて自分も思いますので、豊かな乗り味を家族と一緒に近場でも遠出でも気持ちよくっていう意味で言うと、やはりCX60 の直列6気筒ディーゼルの乗り味が正解じゃないかなと思いますね。なので味付けの違いというのは、存在するなというふうに思います。あと CX60 と BMW の違いはやっぱり価格ですね。 CX60 が乗り出しで上位モデル600万円と言いましたけれども、例えば BMW の X3 の M スポーツ 20D がですね790万円になりますので、違うなと。
そしてですね BMW の直列6気筒搭載の例えば X3 の M40D になると1000万円になってくるのでやはり違うなというのがありますよね。ご存知の方は BMW の値落ちの激しさもご存知だと思うので、そこら辺はいろいろな買い方ですとか考えがあるとは思うんですけれども、そして改めて見るとですね CX60 の値付けもあれなんか見合ってるんじゃないのみたいに思えてくるところがこの車の怖いところですよね。マツダの戦略にまんまとはまっているような気がします。ですけれども、それだけのものを CX60 は与えられた存在で、構成されている、素性の良さがあるということですね。このやはり素性の良さっていうのは強いと思うんですよね。はい、ということで今回はマツダの新型 CX60 と BMW のフィーリングなどについて比較してご紹介してみました。ご視聴ありがとうございます。それでは皆様良いカーライフを。